お、江戸城なんか綺麗になってる。助かったぞよ、五右衛門よ。雪姫様とお殿様ですね。いつも朗らかなお顔でお安いご用でい。でもビスマルには竜宮島というところに逃げられてしまったでござる。そんなとこ聞いたことありまへんな。わしも聞いたことないの。私聞いたことございますわ。本当ですか？教えてください。あれは確かもうイライラしまんな。ちゃちゃっと言いなはれ、ちゃちゃっと。南の海の沖に浮かぶ小さな島って聞いたことが。南の島でござるか。姫はん、もうちょっと早く喋った方がよろしいですせ。とりあえず竜宮島の場所は分かったんだ。すぐに出発だ。ということで行ってきます。よかったね、殿様。無事でよかった。元気そうでよかった。さあ、竜宮エリアカッパ街道を進んでいきましょう。前回からちょっと残機と所持金が違うかもしれませんが、ちょっと音のミスがあったため取り直しとなっております。まあそんなにね進んでない状態でやり直しになっているのでダメージは少ないのですが、でこの辺とかはね、五右衛門は2段ジャンプもできますが、ちゃんと1段ジャンプでも届くように設計されておりますので、わざわざ2段ジャンプ使わなくても大丈夫です。ただ五右衛門使ってるとどうもね、癖で2段ジャンプしたくなっちゃうんですよね。意味もなく2段ジャンプするかもしれませんが、ちゃんと2段ジャンプの使えない恵比寿丸サスケでも進めるようになってますのでご安心ください。で、海の上に浮かぶ島ということで、このステージから水中ですね、こういう水辺がとても多くなってきます。ただ五右衛門さんは泳げるんですが潜ることができませんので、泳ぎはそんなに得意ではないのでしょうか。単純に潜れないだけかな。なので水中はとりあえず行かずに、お、危ない、ガンガン上を進んでいきましょう。で、濡れ女も倒して、で遠距離武器としてチェーンシールがあるんですけれども、五右衛門さんは小離れもできるので前方ですね、前方への攻撃はかなり強いです。ただチェーンシールを使うと敵が小判を落とさなくなるという問題がありますので、お金をね稼ぎづらくはなるのですが、チェーンシールはジャンプしてから出すとこういう風に若干上下への攻撃範囲というのが小離れよりも広いので、なんで結構使いやすいは使いやすいです。場所によっては小離れより全然、攻撃範囲があってやりやすいっていう感じですね。背景がまたいいですね。海であっちこっちにね島が点在しておりますが、そんな亀の上の島である竜宮エリアなんですが、1つのステージに手形が2枚以上全てのステージに存在しています。なのでここのステージにも手形が2枚あるのですが、それがねゴールが2つあるというところももちろんあるのですが、ゴールが1つしかないのに手形が2枚あるということもあります。今獅子おどしから右と左どっちの道にも行けるような感じでしたが、ここは右と左でゴールが分かれているというわけではなく、右と左どちらから行っても同じゴールに到着します。ただ左から行くとその手形ですね、手形が入手できますので、まずそれを回収していきます。五右衛門で回収できるのかな。よいしょ。お、よし。
ここですね。ここにね、この上よ行きますね。五右衛門か多分恵比寿丸かな。恵比寿丸だったら届くと思うのですが、五右衛門と恵比寿丸で進むとここにいつものおっさんですね。ひーん、わしのこといじめんといてくれ。これやるさかいそっとしといてくれ。この存在は一体何なんだろうな。はい、ありがとうございます。わしを買う言うな。買いません買いません。この人たちって食事何食べるんだろう。コロッケとか食うのかな。人間の飯与えて大丈夫なのかな。雑食っぽいけど。でこれ上からここにね登ることができます。しかしこれさっきの獅子おどしから左じゃない右側に行ったところをどんどん進んでいくとここに到着するんですが、こっからこの下の川にジャンプするっていうことができないんですよ。このゲーム 3D ゲームに見えますが、移動というのが右と左、左右ですね。左右にしか移動することができないので、手前にジャンプするとか奥に飛ぶというのができないんですよ。なのでベトベトさんどいてください。なのでなんかね 3D で難しそうと見えるかもしれませんが、 2D 横スクロールアクションゲームと変わりありませんので、ゲーム的にはそんな道順は難しくないのかなとは思います。こんばんは。ここは亀の上にある町乙姫町です。亀の上にどうして移動する島っていうことなのかな。常に移動しているんでしょうか。さて八重ちゃんがいたぞい。サインもらえばよかったの。八重ちゃんなんで八重って一応秘密特捜忍者ですよね。忍者集団なのに顔も名前も割れてるの。それは忍者としてそれは良いのだろうか。ねえおじさん何してんの。海見てどうした。黄昏れてる。みえちゃんなんてはしたない姿を。どんな姿。いや何の話。いやこっちの話です。あんたたちに伝えたいことがあるんだ。いやそっちの話がちょっと気になるんですけど。手形は大凧が持ってるらしいぜ。ほう。みえちゃんはみえちゃんはなんてはしたない姿を。タコにもみくちゃで朝になりそうですね。ちょっとこのまま BGA が変わるの待ちましょう。という感じで、夜明けですね。夜明けはね BGM が、夕方から夜になる時もそうなんですが BGM の切り替えとかがとてもいい感じになっておりますので、この辺はねサントラとかには収録されてない音源となってますので、ゲームやってる時にねこういう BGM の切り替え等も楽しんでみると、とても素敵な発見があると思います。じゃあ秘密特捜忍者なのに顔が割れに割れまくってる八重と合流しましょう。君顔割れてるらしいけど大丈夫なの。秘密特捜忍者として潜入捜査とかできなくない。いいのそれで。敵の居場所が分かったわ。どうやらビスマルはここの城に逃げ込んだらしいの。島の中心になんか城ありましたね。さすが八重ちゃん。ほんま嫁はんになれまして。拙者も見習いたいでござる。お仕事が早いね。そんなことよりも城に行くには長い時間水に潜れなきゃいけないの。私は人魚変化の術があるから魚女ね。あともう一人くらいは潜れる人がいないと。俺はそんなに潜れねえぜ。泳げるんだけどね。わて金槌でして問題外。拙者も泳ぎは得意ではござらぬ。実は物知りのおじいさんから簡単に釣られる水中改造パーツを受け取ってるんだけど。ということは君しかいないんだよ。頑張ってくれ。ということで今作はサスケも水中に
行くことが可能となります。案外気持ちよかったんとちゃいまっか。何が？まあいいじゃねえか。これで先に進めるようになったんだし。そんじゃ行くか。通れますかね。通れますか。ギリ通れる。ここを通るにはまだまだ手形が足りません。手形があと1枚足りませんよ。そうですか。ちなみにここを通るには手形が10枚いります。あと1枚足りない。そうなると町の手形というのは恵比寿丸で取れるものとなっておりまして、そうなるとこのカッパ街道に先ほどの男の人が言ってた大きなタコ、そいつがいますので、ちょっとそこをサスケに取ってきてもらいましょうか。これは手形ですね。お通りください。五右衛門さん一人で結構早い段階で進めなくなるんですね。そりゃそうか。ここでね、初めて水中に行けるようになるよってなったのに、水中で取る手形が1枚も必要ないなんてことあったら困りますよね。この先白ステージもあるし、水中操作に慣れておいてよっていうことで1枚は必ず取らせに行きますか。ではここ竜宮城ですね。進めていきましょう。さあこちらも人気曲ですね。オーデオ道中やったことなくてもこの曲は知ってるという人は結構いらっしゃるのではないでしょうか。それくらいね、人気のあるたくさんの方がアレンジ BGM のアレンジ等もね投稿されてる曲なので、デロデロといったらこれとバーニングマイソウルっていうぐらい有名で人気のある曲です。後ろなんかも綺麗ですね。背景もお城の作りなんかも江戸城とはまた違う雰囲気でいいですね。赤を基調としたこの作りよ。今の頃は五右衛門さんの一段ジャンプでも余裕で飛び越すことは可能です。でここに大入り袋があるんですが、こういう風に潰されてしまいますので、大入り袋を取ろうとして潰されないよう気をつけてください。せっかくだから一回潰れてみようか。こんな感じですね。よし戻ってきましたよ。よいしょ。今度は水槽にカエル、一つ目のカエルがお腹に一つ目があるカエルさんがいる水槽なんかもありまして、で回転する足場ですね。これはトゲのある時はもちろん進めませんので、回転して足場が真っ平らな方になったら進んでいきましょう。時間制限はないのでじっくりじっくり進んで大丈夫です。よいしょ。で今度はこのでっかいコロ、これがね上から落ちてきて追いかけてくるのですが、これももちろん一撃アウトです。そんな無駄に残機減らしてね思うかもしれませんが、私このステージで何が何でも残機を減らさないといけなくなるので、無駄にいろいろ遊んでいきましょう。よいしょ。で今度は上と下どっちから行ってもいいんですが、上に行くとこのコロがあって、下はコロがないけど、どっちもそんなに難易度的には変わらないかな。ゆっくり行きたいんだったら下ルートから行った方が良いかもしれません。よいしょ。船お化けやら粉木じいとかがねいるところも抜けて、でもこの 2D スクロールアクションなのに 3D っぽく見えるこの感じいいですよね。奥の道とかもちゃんと行けるんですけど、奥に行くために十字キーの上下は使わず、左右だけでねこういう風に道がつながってて、で右側に走っているだけでさ、画面奥に
つの間にか行ってるんですもの。これすごいよね。デロデロ道中ってね、ほんと 3D ゲーム 3D であっちゃこっちゃに自由に行けるようなゲームに見えるんですが、それでも左右の移動で進むことができる 2D アクションゲームだからすごいよね。2D ではないんだけど 3D ではあるけど、この横移動だけでいけるっていうのがすごいよな。でここ水中ですね。こっちから行くことはできませんので、ということはゴエモンさんが進めるのはここまでですね。じゃあ他の子にサスケにちょっと先に進めてもらいましょう。よーし、じゃあ水中ですね。サクッとね抜けていきましょう。敵もいっぱいおりますが、ウツボですね。ウツボは一撃アウトではないので、ウツボに飲み込まれてアウトっていうことにはなりませんので、なのでウツボが引っ込んでるタイミングにスルッと抜けてください。でクラゲも倒すことはできませんので、当たらないようにスルスルと抜けていきましょう。ウツボの元ネタ的にはやはり64のあの作品ですかね。ウツボといえばなねゲームがありますが、よーし OK です。しかし地上に来たのですがキャラクターチェンジの場がないので、しばらくちょっとサスケで進ませていただきます。よいしょ。サスケは水中での変形を使うと攻撃方法というのがクナイ切りのみとなります。武器レベルが上がっていても短いクナイの切り攻撃しかできなくなってしまいますので、ここがね、使いづらいという風に言われたりもするのですが、サスケの強みとしては、水中での強みとしては体が小さいので敵の攻撃を避けやすい、敵をガンガン避けて進むことができるっていうのが彼の強みではないでしょうか。攻撃しなくてもなんとかなります、彼は。よーし、ありがとうねサスケ。ではこのインパクトの岩何なんでしょうね、この岩ね。本当にね、謎のインパクトの顔面岩を転がしつつ上ルートから進んでいきましょう。よいしょ。埴輪兵やらヤドカリやらをね蹴散らしつつ、こいつら撃ったら外にというか痛い表に出てきますので気をつけてくださいよ。なんか背景が暗くなった、夜になったというわけではなさそうですね。ちょっと雰囲気が変わりましたね。よいしょ。よし。でまた水中ですね。サスケだったら敵の攻撃、敵そのものをどんどん避けて進めばいいとさっき言いましたが、このゲーム敵の配置自体は決まっているので、なので敵が来るタイミング等を覚えてしまえば全部避けるのって簡単だったりするんですよ。で当たりそうになったら直前でね切ってしまえば良いので、それが難しいんだよってね感想を持つ方もいらっしゃるとは思うのですが、ダッシュ矢へのダッシュの無敵を過信するよりは、よーし着いたんですが、ここがボス戦のとこなんですが、ボス戦でねここから先キャラクターチェンジができないので、ちょっと 2P を取ってきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。また遊びに来てくださいね。では失礼いたします。